因縁という教理、ややもすれば暗く厳しい教えのように受け取る人もいます。因縁とはそもそも何か、因縁の自覚はなぜ必要なのか、前生の因縁はどう悟ればよいのか、お道の最も根幹の教えでありながら悟るのが難しい因縁の教えを、本部員富松元義先生が明快に解き明かしてくださいます。皆さんお元気ですか？今日は因縁についてお話をいたします。私たちにとって陽気暮らしをするためには、因縁を自覚するということが絶対に欠かせません。なぜ陽気暮らしには因縁の自覚ということが欠かせないんでしょうか？そもそも因縁の自覚とはどうすることでしょうか？私たちの人生は陽気暮らしを目指して長い旅をしているようなものです。この旅でここへ行きたいという目的地は皆それぞれ具体的にしっかり持っています。子供が立派に育つこと、この事業が成功すること、この病気が治ることなどですね。陽気暮らしを目指す旅の途中で、自分は今どこにいるのか、どの道のどのあたりを歩いているのか、すなわち現在地がわかるということが人生においては因縁の自覚というのです。例え話をします。大阪の通天閣へ行きたいという人がいたとします。大阪の町へやってまいりました。ところが、どの道を行ったら通天閣行くのかわからなくなりました。そこで大阪の地図を広げてみますと、ああ、通天閣はここだとわかります。ところが、今自分がどこにいるのかわからなかったら、地図の見ようもありません。地図は役に立ちません。そこで通天閣へ電話します。もしもし通天閣ですか？そこへ行きたいんだけど、どう行ったらいいんですかね？はい。お客様は今どちらにいらっしゃいますか？さあ、それやがな、ここどこかわからんのじゃ、というと、教えようもありません。人生という旅においても、同じことが言えるのです。自分のいるところがわからないと、いくら目的地が分かっていても、どの道へ行けばいいのか分かりませんし、まだ教えようもありません。目的地が分かり、自分の現在地が分かると、この道を進めばいいと、明確に分かります。途中にどんな険しい山があってもそれを越え、またどんな危険な谷があっても、この道を進むしかないと確信ができます。ところが現在地がわからないと、進む道方向がわかりませんから、なぜ自分はこんな苦労をせなくちゃならないのか、まだこんな苦労する、もう自分は嫌だ、こんな道は嫌だと言って違う道へ進んでしまい、陽気暮らしには至りません。ところで因縁というと、何か暗く恐ろしい、どうしようもないことのように考えている人がいます。天理教は陽気暮らしの教えだから、そんな因縁って暗い恐ろしい、そんなこと言うてちゃダメだよ、という人もいます。しかし、親様がお教えくださった因縁の教えは、そんな暗い恐ろしいものではありません。因縁というは、心の道と仰せられています。因縁の理とは、心通りの守護をされる親神様のお働きのことを言うのです。
心の自由を与えた人間を陽気暮らしへ誘うために、心の手引き、心の導き、心のコントロールをしてくださる親神様のご守護のことを言うのです。どのような心遣いにどのような守護をするかを明快にした教理。それが因縁の理なんです。因縁の教理は元の理から出てくるのだと思います。因縁の因とは種のことです。因縁の縁とは苗代のことです。種は何になるか決めるものです。大根の種まけば大根、人参の種まけば人参ができる。そういうものです。苗代のはどのようにできるか、出来具合を決めるものです。このことは心の理、心遣いについても言えるのです。種の心とはどういう心を使ったか、どういう行いをしたか、直接原因ですね。苗代の心とはどのような受け方をしたのか、喜んで受けたのか不足をしたのか、間接的要因です。その種の心、苗代の心通りの姿を見せてくださるのが因縁であります。さて、因縁の自覚には2つの因縁の自覚が必要です。一つは元の因縁を自覚する。もう一つは個々の因縁、自分の因縁を自覚する。この2つの因縁の自覚が大事なんです。元の因縁とは、私たちは親神様の可愛い実の子供であり、親神様と私たちは親子だという因縁のことです。それゆえに、皆陽気暮らしができるという因縁のことを言うのです。私たちは罪人でもなく、迷える子羊でもありません。皆親神様の可愛い可愛い子供で、陽気暮らしができるという素晴らしい因縁を持っているのです。この元の因縁の自覚のできている人を養牧というのだと思います。次に個々の因縁でありますが、私たちは生まれ変わり出変わりして蒔いてきた種、育ててきた苗代通りになってくる姿が個々の因縁、自分の因縁であります。親子でも夫婦の仲も兄弟も皆命名に心違うでと仰せられるように、夫婦でも同じ親から生まれた兄弟でもみんな因縁は違うんです。ただ夫婦となる因縁、親子となる兄弟となる因縁があるのです。さて、因縁の自覚の中でも特に前生の因縁を自覚するということが何よりも大切であります。親様はお筆先の中で前生の因縁寄せて守護をする。これは末代しかと収まると仰せられます。親神様は前生の因縁見定めて、これでこれと寄せて夫婦にし、これでこれと親子にし、兄弟にし、家族にして、さあ今世はここから陽気暮らしなんですよ。というご守護のなされ方をされます。だから、前生の因縁の自覚ができたかったら、なんでこんな夫と、なんでこんな妻と、なんでこんな親と、もう嫌だとなって陽気暮らしとは違う方向へ行ってしまう。ですから前生の因縁の自覚がことのほか大事なのであります。しかしいくら前生因縁の自覚が大事だと言われても誰も前生なんてわかりませんね。そこで親様はこう仰せられます。
因縁というてわかるまい。皆これ世界は鏡。皆人間生まれ変わり出変わりしても、心通り皆身に移してあるからよく聞き分けと仰せられます。もう一度申します。因縁というてわかるまい。皆これ世界は鏡。皆人間生まれ変わり出変わりしても、心通り皆身に移してあるからよく聞き分け。この世界で見えるものは皆鏡だと仰せられます。こんな夫、こんな嫁、こんな姑、違う、鏡。何が映ってる鏡かというと、自分の前生が映ってるんだと仰せられるんです。またこのようにも仰せられます。前生の因縁通り身に移してあると仰せられる。身というのは、この身の内、こういう体をして、こういう人間、こういう病気がある。これが前生の因縁通り。また身内、自分の家族、親族の中に前生の因縁が移ってる。また、身近な人間関係、隣近所、学校の友達、仕事の関係の人間関係の中に前生の因縁が移ってある。さらに身の上、なってくる姿の中に前生の因縁移ってるから、それを見てしっかり思案しなさいと仰せられるのであります。しかし、前生、今世、来世と言われても、どうも実感が湧きませんね。そこで、前生、今世、来世をぐーっと圧縮して、昨日、今日、明日だったらわかりますね。例え話をします。A さんと B さんと2人がいました。2人とも朝目が覚めただけでまだいい心も悪い心も使ってないのに、A さんのところに朝から人が来て、こら起きろ。昨日貸した1万円返せ。えらい怒鳴られて今日の元の値のある1万円を朝から取られてしまった。なんでだっていうと、A さんは昨日親神様からいただいた昨日の元の値の1万円を好き放題使ってなくなったから、人から1万円借りた。だから今日は1万円返さなければならないという因縁を持って今日を迎えた。これは誰にでもわかる理屈ですね。一方の B さん、やはり朝目が覚めたでいい心も悪い心も使ってない。なのに朝から人が来て、ありがとうございます。本当に助かりました。ありがとうございます。大変礼を言うて1万円返してもらった。なぜかというと、昨日 B さんは、親神様からの元の値の1万円を困ってる人に貸してあげた。だから今日はお礼を言うて返してもらえるという因縁を持って今日を迎えた。これも誰にでもわかる理屈ですね。でも今朝だけ見たら、こんな理不尽なことないですよ。どちらも朝目が覚めててまだいいこともあるけどしてないのに、A さんはもう朝から1万円取られて無一文。B さんは今日の値の1万円と返してもうた1万円で2万円持ってる。今朝だけ見たらこんな不公平なことはないですよ。ところが昨日を見たらこれが公平であり、これが助かってる姿なんですね。A さんは朝から1万円取られたからよかったんです。これ取られなかったらまだ好き放題作ってまた借りてまた借りてまた借りてとなって借金が重なっていく。朝から1万円取られたことが助かってる。それは昨日がわかるからそう悟れるんですね。これが前生因縁の自覚ということなんです。今世もしくは自分にひどい仕打ちがする人がいたら、その人こそ自分の前生の悪因縁を取ってくださる恩人である。その人の後ろ姿を拝むような心になることが大切なんですね。その心をならん中の堪能と仰せられるんです。前生因縁が立て替わってくる心遣いとなるのです。さて、前生因縁を切り替える。悪因縁を抹消するには、具体的にはどうしたらいいのかという話をお話しします。
種の理から申しますと、悪い種がまいてあると悪因縁が出てくる。悪い種とは、惜しい欲しい憎い可愛い恨み腹立ち欲傲慢、8つの誇りです。これが悪い種となり悪因縁となるんですね。一方、習志野の理から言いますと、伝次が痩せてる、小益がない。いくら良い種をまいても十分育たない。これが徳のない姿、徳暮れの姿ですね。私たちは種の理から因縁が悪いとかええとかいい、習志の理から徳があるとかないとか言っているのです。この悪因縁を抹消し、徳を積むにはどうしたらいいのか。悪因縁をまいていたら、早く掘り出して、晒して皆に笑うと思うたら枯れる。そして良き種を巻き替えるということをしなければなりません。親様は月日のお社とお定まり下されてから、困っている人たちに次から次へと施していかれまして、ついに貧のどん底に落ちきられた。その結果、どうなったかと言いますと、みんなからお礼を言うてもらうどころか、狐や狸がついたらしい、気狂ったそうや、と皆から笑われそしられたんです。このお雛形は、物への執着を去り、人を助ける心になるという、そしたらおのずから明るさが生まれるという陽気暮らしに欠かせない心になるためのお雛形をお示しくださったのです。が、また一方、一心一家の都合を捨てて、世界のお江戸と地場に大転換を図れるために必要な道だったと思案することもできます。私たち一人一人にとっては、因縁立て替えの雛形と思案させていただけるのではないかと私は思います。お道を通っていて、よくできた人や、関心な人やと褒めてもらおうと思っていたら、因縁は抹消できません。どんなに誤解されても、どんなに苦労に苦労が続いても、これで結構や、と堪能の心で通ることが大事なのであります。さて、因縁立て替えのために良き種を巻き替えるにはどうしたらいいのでしょうか。三神楽歌です。11下り目。親様恐れます。11下り目の2つ。夫婦揃うて日の心。これが第一物種やと仰せられ、夫婦心を合わせて日の心をする。日々に親神様のご恩にお礼を申し上げる生き方。日の心に真心を込めると、良き物種をまいたことになって、因縁が立て替わってくるのです。次に、縄代伝次が痩せて、いくら良い種をまいてもうまく育たない。そうしますと、声を置かなければなりません。声を置くとはどうしたらいいのでしょうか。やはり三神楽歌11下り目です。4つ。欲を忘れて日の心。これが第一声となると仰せられ、やっぱり日の心なんです。因縁抹消。徳積みの基本は日の心ということであります。また別席ではこういうふうにも申し上げます。つぐすり、運ぶりによって因縁の利を切ってくださるのでありますと申し上げております。最高の日の心、その中で最も親神様にお喜びくださる日の心はお助けであります。親様は情けないどのように思案したとても人を助ける心ないので、これからは月日頼みや一列は心をしっかり入れ替えてくれと仰せられます。親神様が頼むとまで仰せくださる人助けに、誠真実を尽くすことが本当の因縁立て替えになるのであります。
このお助けについてはまたいずれかの機会にお話をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。